皆さんこんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。私は横浜の中島隆夫館長の創設された工部館道場で師範代をやらせていただいている山口と申します。今日は定年迎えたらどうするかみたいな話ですね。大勢の方この番組見てくださってるようなんですが、分析してみると60歳過ぎの方が結構多いようなんですね。だから定年のお話ご理解していただけるかなというふうに思ってるんですけども、私はまだ自営業なんで今でも多少仕事に参加してですね、毎日メールチェックしたり、だからあまりよくわからないんですけども、定年で退職するときは花束を贈られたりですね、部下に見送られて、最後は最終の日は会社がハイヤーを雇ってくれて、自宅まで送ってくれるとかですね、そんな話、聞きますけれども、それで皆さんがまた来てね、また来てくださいねって言って送り出してくれる。そしてハイヤーが走り出して振り返ってみると誰一人いないというですね、ような話も聞いたことがありますけれども、私の身内いとこですけども、大企業の支社長をしてたんですね。彼が退職した定年になった翌日に私の事務所へ来てですね、いやサラリーマンっていうのは退職すると何にも残りませんねって言ってんですよね。あれだけ勢いがあった人がね、なんだろうなと思うと、考えてみると時計見ながら今会議やってるんですよね。だけど私がいなくたってちゃんと進んでるって当たり前のことなんだけども、それが改めて心の中に、入ってくるらしいんですね。だから私のいたサラリーマン5年ですけども、OB会があってですね、それを名簿を見てると結構退職後数年で亡くなる方、それから病気されちゃう方が多いので驚きますね。特にその名簿を見てるとですね、バリバリ働いた方が結構早く亡くなって、なんか中途半端だったなあれっていうような人があまりというか長生きしてるんじゃないかなというような印象もありますけれども、そんな場合に画伝飲水ですけども、合気道のようなですね、趣味があると張り合いがますます出てくるな最近思うんですけれども、特に年齢とともにですね、体力は衰えるはず。ところが合気道の場合は技術は少しずつ進歩していくんですね。でその楽しさがとても自分の刺激になる。だから年取っても強いではなくてですね、年取ってるから強いというような自分の印象がありますね。例えば相手の手を握ってもですね、しつこくベターっと握るようなですね、そういう技術が自然に身についてきて、相手が若手でもですね、参りましたって言わせることができるような、若い時と違って力を使ってないのに相手を制圧することができるという経験を少しずつ積み上げております。特にですね、中島館長なんかは警察官としてですね、実践を繰り返し容疑者を逮捕する本当に恐怖の連続だったはずなのに、非常に結構穏やかなんですね。これで若手が例えばこういうところ掴んだりこういうところ掴んで、そうすると力が抜けちゃうんですね。がっちり掴みなさいってギュッと掴んでゴーッと掴んでも、あれ掴んでる力がどっか行っちゃう。これでぐしゃっと潰されちゃう。しかもですね、その時に憎しみも何にも感じないですね。悔しさとかですね、憎しみとかぐっと掴んでて、あれこの野郎じゃなくてですね、何人かの人が言うんですけど、倒されて思わず笑っちゃうんですよね。不謹慎だけど笑っちゃうんですよね、みたいなこと言ってるんですよね。だけどこれも合気道は愛であるっていうですね、一つの表れかもしれませんけれども、定年になってからこそ強くなれるという合気道を一つ皆さんもどっかの道場稽古されたらどうでしょうか。今日は合気道のPR になってしまいましたけども、ご清聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。